とかの何一番好きな車なんだろうな。パトカーNSX？ いいね、かっこいいの知ってるね。おじさんが一番好きな車。おじさんって誰？俺？本当ね。じゃあ今度からしてくれ。よし。よいしょ。そうそうそう。自分がなんか綺麗だなと思うものを撮るの。どう？写真撮るの楽しい？あ、いいね。難しいな。どうも絶好機です。本日ご紹介するカメラはオリンパスペン EP1。 同社マイクロフォーサーズ機の初号機として誕生した1台です。上下アルミニウムで挟まれたステンレス製のボディ、凝縮された高い質感が手のひらから伝わってきます。デジタルとして復活を果たしたペン。この動画はメイケの提供でお送りします。1959年に発売したハーフサイズフィルムカメラの名称として使われていたオリンパスペン。このチャンネルをご覧の皆さんであれば誰もがご存知とは思いますが、現在でもそのヒストリーを綴ったページはオリンパスさんの公式サイトにしっかりと残っています。それぞれ今も大人気で、レビュー動画や記事なんていうのもよく見かけますよね。世界初のハーフ版一眼レフカメラオリンパスペン F と照らし合わせてみると、ご覧の通り佇まいそのものも受け継いでいるように見えますね。サイズは異なりますが、こうしたモードダイヤルもフィルムカウンターや巻き上げを意識した遊び心も感じます。ツートーンでまとめられた背面デザイン、柔らかな丸い形で統一した各種ボタン、こうして眺めていますと大変優れた造形に感じますね。いや、この加工は難しかったろうな。さて、それでは電源を入れてみよう。はい、ポチッと。そんな早くはないんですよね。ただストレスを感じるほどじゃありませんよ。2009年製だからメニューの中だってシンプルだろうと思ってこうやって眺めていると、やはりオリンパスさんといえばこの歯車マークの中、もうぎっちりたっぷり機能が詰まってます。もう全部見てたら結構時間かかっちゃいますので、気になるところをいくつかピックアップ。まずは仕上がり設定、カラーモードですね。 EP1 には今じゃ定番のアイフィニッシュが搭載されていません。実は EP2 からなんですよね。だから僕も忘れてて開いた時にあれと思いましたね。なお次は手ブレ補正、調べたら約4段分の補正効果ということで、僕個人的にはとっても十分です。そして当然のように接点のないレンズに対してはこうして手動で焦点距離を入力することでその恩恵を受けられます。ここで注意点、中古品には IS1 が点滅表示されて手ブレ補正効果の効かないものもあるので、購入の際はよくご確認ください。さて次は便利なようでちょっと微妙に感じた機能をご紹介。背面ダイヤルの上にあるファンクションボタンへ割り当てられる機能なんですが、いささか物足りないのです。
僕の使い方では感度あるいは仕上がり設定を当てられたらよかったんですが、そうは言ってもないものはないので、僕はモノクロをマイモードとして設定して、ご覧のようにファンクションですぐ呼び出せるようにしました。なんですけどもね、この露出補正も登録状態に戻ります。これボタンを押してる間だけモノクロで撮れるので、ちょっと使い勝手は良くない。ライブコントロールやスーパーコンパネから変えればいいんだけれどもね、個人的にはせっかくならダイレクトで飛びたい派です。あとこの上下左右のボタン機能、割り当てられたものをそのまま使うか、あるいは AF ターゲットの移動に使うか、これ人によるんですけれども悩ましいところで、お伝えしきるのが少し難しいんですが、いくつかの機能が渋滞しちゃってるんですよね。例えばインフォボタンを押すと MF レンズを使っている時に活躍する拡大表示枠が現れます。そしてそれをこうやってカーソルで移動できるんですけれども、 OK ボタンを押したらこうやって拡大するんですよ。ということはこの状態の時、上下左右と OK ボタンはこの機能そのものに支配されてるわけですね。ですからこの状態で感度を変えたい場合や色をモノクロに変えたい、そんな時はわざわざインフォボタンで切り替えたりメニューの中に入るのがめんどくさいので、それら機能をファンクションボタンに入れられたらなって思った次第でございます。そしてこの一等地にある露出補正ボタン、この機能そのものは背面ダイヤルでダイレクトに変更可能です。ただそうなると存在意義がなくなるこのボタンですが、残念ながら機能の割り当てはできず、それから電源を入れている状態はこのグリーンのライトが起動中だよっていうのを教えてくれます。ただし任意でオフにすることはできませんから、暗闇では非常に目立ちます。気になる方は指で隠しながら使うのがベストでしょう。ってことで今回使ったレンズをご紹介。14から 42mm の EZ レンズ、薄型振動式の電動ズーム、 OMDS の第1弾として登場した最新のペンにもキットレンズとして付属していますよね。使いやすいレンズで、お待たせしました。超個性派の飛び道具、メイケ 3.5mm の F2.8、 金属製でビルドクオリティは本当に高い。絞りリングはデクリックタイプ、フォーカスヘリコイドも滑らかで人差し指で操作しやすいです。さて僕は今回初めてこの遠周魚眼レンズというものを使いました。こんなまん丸で解像感や色収差どうなのと思ったんですけれども、開放からご覧の通り結構しっかり映るんですよね。まるでビー玉の中に世界を閉じ込めるようにストリートスナップとしても使ってみたんですけど、すごい新鮮な体験でした。驚いたのが意外とピントがシビアでしっかりと拡大して合わせなければこんな感じでピークの解像力は得られませんね。許容範囲ではありますが、ふっくら膨らむ前玉、ちゃんとメタルキャップも付属しています。ですがこのキャップ、この内側にはねちゃんと布が貼られて傷つかないようになってるんですが、この縁の部分は覆われていないので、かぶせる時にねカツンとぶつからないように結構慎重に装着いたしました。心配な方はパーマセルとかでカバーしていいかも。220度の画角は圧巻、グリップスレスレの指も映ります。おお、いいシャッター音ですね。ということでいかがでしたでしょうか。さすがに特殊なレンズすぎてこの1本だけで動画を作るのは難しかったんですが、 EP1 の高級感にもよくマッチするレンズではないかと感じました。どちらもとてもリーズナブル、ぜひ調べてみてください。Hey guys, do you have a pen? オリンパスペン EP1 2009年製です。今週もご視聴いただきありがとうございます。ぜひグッドボタンを押していただけたら幸いです。いや、相当女子受けをしたこの機種ですが、男子のみんなだってきっと好きなはず。皆さんの好みのペンぜひ教えてください。それではまた次の動画で。